皆さん、こんにちは。今日は特別なゲストに来てもらっています。ステファニーさんです。ステファニーさん、簡単に自己紹介お願いします。佐賀市役所の国際交流員ステファニーと申します。南アフリカとアイルランドの2つの国籍を持っているので、今日はその2つの国を代表していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ステファニーさんと一緒に各国の春について楽しくお話しできたらと思いますですね。じゃあ春特集ですね、春といえばお正月、卒業式、入学式、お花見などさまざまなイベントや行事があるシーズンですね。今日はクイズを通して皆さんの国の春について紹介していきたいと思います。ここにいる国際交流員の皆さんの国の国旗がついた棒を皆さん持ってますね。はい、今日は私から問題を出すので、中国、韓国、ベトナム、南アフリカ、アイルランド、フィンランドの中からこの答えかなと思うものを挙げて当ててください。わかりましたか？わかりました。それでは行きましょう。それでは行きます。お正月にパンを壁に叩く習慣がある国はどこでしょう？3、2、1。皆さんバラバラですね。フィンランドが2人います。答えはアイルランドです。唯一の正解。全員間違えてますね。正解はいませんでしたね。じゃあステファニーさん、これについて教えてください。アイルランドでは家の中の邪気を払うことができる。パンを壁に叩くことでと呼ばれています。そういう言い伝えがあるんですね。正月1月1日にするんですか？私はしたことがないですけど。パンはじゃあ硬いパンってことですよね。はい、ちょっとなんか硬すぎる。食べられないパン。それは自分で作ったものですか？買ったものですか？買ったもの。何回か叩くんですか？ちゃんと払うために。そういう思いを込めてですね。なるほど。旧暦の1月10日に金、ゴールドを購入する習慣がこの国にはあります。どこでしょうか？3、2、1。キムさん、中国は何で思いました？やっぱりゴールドといえばなんか中国の。いや、でも私は韓国で。お互いだね。じゃあどっちでもないってことですね。中国と韓国は。そうですね。中国ないです。答えはベトナムです。皆さんの国でもあるのかなと思いますけど、ベトナムでは旧暦1月10日はホミの神様の日です。お金の神様みたいなの日で、だからその日に金、もしくは金のアクセサリー、イヤリングとかネックレスとかそういう金のものを買うことで一年中金運と幸運をもたらすと皆さん信じてるんです。2月2日が髪を剃る日とされている国はどこでしょう？3、2、1。ベトナム2つ、アイルランド2つ、中国1つですね。正解は中国です。私も初めて聞きました。この2月の2日は旧暦のことなんですけど、この星と関係があって、旧暦の2月の2日になったら星ですね、そういう立つっていう星座が始まって春が来るっていうイメージがあるんですけど、その立つ、竜ですよね、竜の頭が来るんですから現れるんですから、それを記念として髪を剃るんですけど、それは一つの何ですか
言い方なんですけども、実は旧正月ですね、1ヶ月間は紙ハサミとかナイフとかは使ってはいけないっていう習慣があって、それを使ったらなんか悪いイメージ、悪い演技なんですけど、ですから正月を明けて2月の2日にちょっと髪を剃って、もう縁起がいい、行事っていうか、基本的には中国の全国でみんなそうしてます、はい、だからその日に美容室、床の屋は結構前に取ったんです。休めない、はい、一日中全部、はい、ビジネスにいいですね、ビジネスがいいんですけど、もし結構人が多くて髪が剃ることができなかった場合は、できない場合は自分でうちで髪を洗ったり、ね、お風呂に入ったりでもいいんです。いきます。春を迎えるためにバーベキューをする習慣がある国があります。どこでしょう？ないですね。3、2、1。フィンランド。アイルランド、南アフリカ。正解は南アフリカ。南アフリカです。南アフリカ人は本当にどんな機会でもバーベキューをするんですけど、春は天気がいいし、なんかみんなで集まるのでバーベキューをします。実は南アフリカではバーベキュー、英語では言わないですけど、私英語語話者なんですけど、自分も言わなくて、いつもブライとかシサンヤマって言います。現地の言語で。南アフリカの英語。南アフリカの言葉ですね。普通のバーベキューとあんまり変わらないっていうか。ですけど、南アフリカ人にそう言ったら怒ります。独特のソーセージとかが。南アフリカでしか食べられないものもあったりするんですね、そういうところで。味付けとかも違いそうですね。ブライスパイスっていう特別なスパイスが。では次も卒業に関する問題です。大学の卒業式の時、ガウンの下に上に白いリボンを結ぶ国はどこでしょう？ヒントあった。3、2、1。見るな。全員正解です。全員正解です。ハングルが見えちゃう。ダメなことです。どう見てもね、韓国人みたいですけど、そういう形ですね、雰囲気が。なんでリボンなんですか？いや、私もそれがなぜ知ってるのかよくわからないですけど、で男性はしないです。で女性だけそれをしてて、多分綺麗だからじゃないかなって思うんですね。でそのガウンって結構重いし、ここが服が見えるから、そこを隠す機能もあったりと私個人的には考えるんですけど、やっぱりそれつけてたらガウンがもっと可愛くなる。そうですね。さっき言ってたその連業もちょうど卒業式の時期、2月の中旬頃に連業もあるし。3月に緑色のものを身につけるお祭り、祝祭がある国があります。これはどこでしょう？3、2、1。フィンランド、アイルランド、韓国。ヨーロッパが多いですね。ヨーロッパ圏ですね。アイルランドしかないです。アイルランドです。やっと当たりました。アイルランドでは3月17日にセイン・パトリックの祝祭があるんですけど、もともとセイン・パトリックという人の生日を祝う日だったんですけど、今ではアイルランドの文化を全体的に祝う日になってるんですけど、アイルランドの国家の色は緑色なので、ヨーロッパ各国でも結構有名なイメージですね。なんか私も前から知ってました。じゃあその日はすごい
アイルランドにとって大事な日。すごく大事です。帽子とか緑みたいな人もいるんです。何でもいいです。それを身につけて外を歩いたり、いつもなんかパレードとかがあるので、それを見に出かけたりします。一回見てみたいですね。最後は簡単な問題です。簡単じゃないか。5月1日にドーナツを食べる国があります。これはどこでしょう？ドーナツだったらドーナツちょっとこっちかこっちみたいな。そうです。3、2、1。正解はフィンランドです。はい、フィンランドです。なんで食べるんですか？そのフィンランドではですね、5月1日にドーナツを食べますね。発酵の飲み物と一緒に食べてピクニックで食べることが多いですね。このなんか5月1日は国際労働の日です。あと、その他にも春を祝う人もなっています。5月が春。そうです。なんかこの5月1日にまだ雪が積もってることもあります。それは年次第ですけど、なんか寒い年は国際労働の日にはまだ雪が降ったりすることもあります。はい、皆さんいかがですか？春に関して、興味深いクイズを楽しんできましたね。楽しかったですね。で、特に私は南アフリカとアイルランドにあまりわからないから、今度はですね本当に勉強になりました。ステファニーさんのご感想をぜひ聞かせてください。私は今もちろん日本に住んでるんですけど、日本以外のアジアの国のこと全然わからないことにですね気づきました。いい経験になりました。ありがとうございます。よかったですね。今日はステファニーさん来ていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん次の動画もお楽しみに。